ティーズスカイライン2。道路の大規模改修を行いいい感じの交差点を導入した我らのネオ静岡。さて少し様子を見てから細かいところを修正して、渋滞のない街に仕上げるぞー。あともう少し交差点の流れをじっくり見たいというコメントがあったので、少しご覧くだされ。でもお笑い芸人は3秒黙ったら放送事故だ。ってどっかで聞いたことあるので一応喋ります。いやお前お笑い芸人じゃないだろ。そうだった。さて前回建設した水力発電所の確認。39kW、水位がまだ低い。そしてお昼過ぎには交差点が渋滞に。交差点は問題ないが、降りるところで速度落ちて流れが悪くなってんな。入り口が混むなら入り口を増やせばいいじゃない。安定のバイパス工事。ここから降りれば交差点の渋滞も緩和するかな？いい感じに使ってくれてる模様。交差点はちゃんと流れてるから、今度は行き先が詰まる感じになってきたな。出入り口に問題あって改修した地下道は相変わらずの混雑っぷり。高速3車線に置き換えたら流れるようになったけど、今度はラウンドアバウトで渋滞。中央に2つある地下駐車場の出入りが原因な模様。まあこういうのもちまちま直しとくよ。適当に作ったインターチェンジが折り込み区間になってた。一台一台綺麗に割り込んでおる。これは修正せねば。一応解消されました。もう高速ぐっちゃぐちゃだな。今は平気だけどこの後ここでちょい渋滞してました。この辺もそのうちちゃんとしたジャンクションにしたいな。そして夜の帰宅ラッシュ。渋滞マークが出まくってんじゃねえか。一応動いてるからいつかは帰れるよ。仕事終わって毎日この渋滞じゃ、気がめいっちまいそうだ。最初の住宅街方面はさほど混まなかった模様。高密度住宅いっぱいの学園都市の方が、人口密度高そうだもんな。入り口は北側に2カ所東側に2カ所、それと地下道だけどそれでも厳しい感じ。まあ学園都市内の渋滞を解決しないと、入り口がいくらあってもどうにもならんぜ。一体どこが詰まってるのやら。都市内の詰まってるところも確認だ。駐車場。車庫待ちか。車庫入れした人たちが歩道を渡るのも、交通の妨げになってるみたい。歩道橋を使え。歩道橋を修正して横断歩道も一部撤去。もう深夜4時だぞ、寝ろ。いやこれから帰って寝るのかも。終わらない帰宅ラッシュ。積雪する交差点ではまり、あまりの寒さにマッスルカーも震えております。マッスルは脂肪が少ないから寒さ耐性が低いぜ。で確認したら駐車場がほぼ満車で、駐車場難民が多発してたので地下駐車場を増築。これが渋滞を減らすのか、新たに渋滞を生むのかは未知数である。こんな感じになりそうろ。地下駐車場が発見完成。そういえば道路工事の際にバス停が消し飛んで、一部路線がおかしくなってますが放置中。これ渋滞の原因の一つだろ。直すのめんどい。こらこら。こら貴様、無理な割り込みをするな無理な割り込みのため外部駅のバスに遅延が発生しておりお客様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ありません。さらにバイパス工事を行い都市への入り口を追加。ちまちま修正で渋滞と戦う。駐車場あれほど追加したのに、車庫入れブームが収まっておらん。お客様空きのある新駐車場をご利用くださいませふと見たらすごいところにバス停が。もしやこれが渋滞の原因。いや問題なく駐車場に突っ込んでるよ。それはそれで怖えな。新駐車場の一部が満車になった。だが完全空車もある。一方通行の端っこは遠い認識になるのかな。大混雑中の駐車場周りをよく見たら、近い間隔で横断歩道や信号があったので撤去。試行錯誤し渋滞を減らすのだ。で色々悩んだ結果、駐車場の向きを逆側に変更。これ意味あんのか？都市入り口部分を3車路一方通行にして、駐車場への道をスムーズにする作戦を決行。ぬるぬる車が流れてく。これでいけるかも。でもしばらくしたらそこそこ混んじゃったので、非対称3車線に変更。一方通行ぐるぐるからの脱却。そしてこれが功を奏したのか新駐車場が良かったのかわからないけど、車庫入れ渋滞が解消。やったぜ。こうして大きい渋滞はほぼほぼなくなり、ネオ静岡に平穏が訪れ、あれは、やっべえ、水溢れとるやないかーい。安定のおもらしい。急いで対応せねば。水力発電所の水位を見誤ったか。44メガワット発電してくれてるな。もうそれどころじゃないよ。せっかく川の水位もいい感じに整ってたのに、上流より下流の方が川幅広いから、平気かと思ったけどダメだったか。この世界の水の流れは何かがおかしい。
ダムを撤去、川を全放水だー。ただいまゲーム内最大速度でお送りしております。水の流れ遅すぎん。水の都、ネオ静岡にようこそ。ダムも壊したし、やれることもないし見物しながら水が引くのを待つとするか。ただいま警察本部が崩壊し犯罪が多発しております。公領区の方も水没してるし、こりゃ大災害になっちまったぜ。復旧に時間かかるかも。とりあえず警察本部は、被害のなかった学園都市に急遽移設。犯罪は放置すると手遅れになりそうだ。そしてしばらく放置してたけど、水位が下がらないので地形操作で堤防作成。元に戻しても水位下がらぬとはこれいかに。あ、そうだ、穴掘ってそこに一時的に水を入れよう。水浸しになってるところをこれで乾かすのだ。全く周囲の被害が減らぬ。見た目の水量が穴の深さと一致してねえ。動きも荒ぶっとる。リアルではありえぬ水の動き。っていうか止まってない？あ、ミリ動いた。こりゃめっちゃ時間かかりそう。こうして今回のやらかしたことの重大さに気がついた。よし、渋滞解消確認 OK。この街から渋滞がなくなったぞー。現実逃避すな、6万いた住民が4万8000に減っただけだ。畜生。掘った穴に溜まった水を埋めてごまかすも、周りの水が引いてないのでほぼ効果なし。街作った時に地形操作で全部平らにしたのも、問題を悪化させてる原因かもな。こりゃ参った。放置してるだけじゃ解決しなさそうだぜ。仕方ないので護岸を破壊して、排水できるように地形を操作。一応流れているように見えるが実際流れるかは動きが遅すぎてわからない。対岸も同じく排水溝を設け、水が川側に流れてくれないかと溝を掘り掘り。被害が一向に収まらない、さすがに不安になってきたぜ。こうなったら地形操作で新たな川を造形してやらー。もはややけくそである。新たに川を作ったのに被害が一向に減りんせん。水の流れが遅いってレベルじゃねえな。こりゃ地下から湧き出てる疑惑もあるよ。どうしたもんだか。頭に来た、完全に川の水を遮断だー。でもこの水、まだ流れるんです。なんで？水流が反映されるまで時間かかるんじゃね？ゲーム内一晩経った様子がこちら。これ川の水なくなるまでどんだけかかんだよ。バグかもしれないしとりあえずセーブ&ロードしてまた後でやろっと。だな。そしてロード途中に突如雄大な都市になる。おい。ロード途中とか不意打ちやめてもらえませんかね。ロード画面は録画してないから慌てて録画したよ。気持ちはわかるが落ち着け、早口になってんぞ。さあせーん。そしてここからはパッチ 1.0.15F1 でお送りいたします。貨物駅の流通バグが解消するなどの不具合修正に、なんと地形編集中の水流更新の最適化がされました。水流更新、まさに今求めていたものかも。そして私の方でも打開策を思案し、水溢れてるなら吸えばいいじゃん作戦を立案。これなら平坦な土地でもいつかは全て水が吸えるぜ。水流の速さを確認中。あ、ミリ動いた。相変わらず、遅え。気持ち速くなった気もしなくもないけど、気のせいかもしれない。そんなわけで自力解決するため、マップの端までタイルを購入。そんで水道管を外部に接続。なるほどコースや外部に水が販売できる。洪水で溢れた水を汲み取り、外部都市に輸出するのだってなわけで洪水地域まで水道管を妙音と延長。頼むぞ災害復興の希望よ。そしてさらに高度な治水施設をアンロック。通常の浄水施設の10倍の高性能施設だ。地形操作でいい感じに設置できる場所を確保して、ほいっとな。溢れる水をがっつり吸い込め。この施設1軒しか建てれなかったので、普通の浄水施設も建てまし。こんな感じになりそうろ。沈没したネオ静岡を救えるのはこいつらしかいない。とりあえずかなりの水を輸出できてる模様。対岸にも設置してあとは様子見だぜ。ただいま怒りの100倍速でお送りしております。リアルタイムで20分放置。電気代かかるゲームなんだからもっとサクッと解決していただきたい。水溢れさせたお前が悪い。そんなわけで水売却で窮地を脱し、微妙に残ってる水を埋めて微調整を開始。なんとかなって一安心。壊れた建物も再建築しほとんど復旧完了。人口も6万人に回復。小麦や畜産とかといった特殊産業はまだだけど、いい機会なので作り直しましょ。当時は効率重視してたから見た目があれなんだよな。そんなわけで壊れた特殊産業を全撤去。作り直して前よりもいい感じに復興してやるぜ。おっとその前にループ橋の前の護岸壊したままだった。修正忘れも気づき次第直せ、忘れるから。あいよ。高度な治水施設もメガソーラー横にお引っ越し。
陸地に置きっぱじゃ今度は街が干からびる。護岸工事はついでで急な坂を少しなだらかにしました。それでも相変わらずのジェットコースター。その結果ループ橋の異常な高さが目立つことに。これはさすがにこのままにするのは気が引けるな。若干気に入ってたけど仕方ない。さらばだループ橋を。高低差の低い使いやすい橋に生まれ変わるのだ。そして前とは見違える高低差の少ない、住民の使いやすい道路が完成。見た目のインパクトは減ったけど、生活はしやすくなったかな？そして第3次の現況、水力発電も水位を下げて再建成立。お前ほんと懲りないやつだな。今回はしっかり水位見張っとくよ。リベンジだぜ。ではなんとか大洪水を切り抜け復旧作業をしつつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。渋滞を解消させたものの大洪水で一進一退の霊夢、だが人口も6万に復活。果たして次回は躍進の時となるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。